ありがとうございます。今日もね、高取中学の、2年生の皆さんが来ていただいて、トライアルウィークということで、職場体験ということで、今日も私の随想録の撮影お手伝いありがとうございます。で、今日も仏教に関してのお話をね、させていただきます。で、仏教っていうとみんなどんなイメージあります？仏教ってなんか仏教のイメージなんか言ってもらっていいですか？難しそうでしょ。そうなんですよ。なんか他にあります？なんか仏教、これって仏教の言葉かなとか、なんか仏教の教えとかなんか聞いたことあります？ない、全くないかな。まず学校で教わらないもんね、仏教のことって。仏教は誰が作ったかは分かります？お釈迦さんね。お釈迦さん、仏教の始まりはお釈迦さんね。で、お釈迦さんはその2500年以上前にいたというのは前も話しましたけども、2500年以上ね、長い間こう伝えてきたのは、その間こう伝えてきてくださったたくさんの人がいるんですけれども、その中でね、中国、この日本に仏教伝わったのもインド、中国、そして日本っていう形で伝わってきてるんだけれども、その中国の話なんですけれども、あるねお坊さんで木の上に住んでたんですって。そのお坊さんがそういうエピソードからして変わった人だなと思うんですけど、木の上に住んでる。で、そこに白楽天という、人が来て質問するんですね、下からその木の上に向かって。で、あなたが信仰しているその仏教の教えっていうのはどういう教えなんだと問いかける。で、そうするとそのお坊さんがですね、どう答えたかというと、諸悪莫作、修善仏教、是諸仏教というふうに答えた。で、これどういう言葉かというと、諸悪莫作っていうのは諸々の悪いことをしてはいけないっていう意味だね。で、修善仏教というのは良い行い、善行、ね、良い行いをたくさんしなさい。これが仏教の教えだっていうふうに答えた。で、それを聞いて白楽天は、なんだと、そんなことは小さい子供でも知ってることじゃないかと、そんな分かりきったようなことがこの仏教の教えなのかって言い返す。で、そうするとそのお坊さんが、その通りだと、ね、小さい子供でも分かってるけれども80になった老人でも実践するのが難しい、それがこの教えなんだって言ったんです。なので、今難しいって答えてくださったんですけど、まさにね、その難しく考えがちなこの仏教書とかいっぱいあります。本屋行ってもらったらね、今度本屋行って仏教のコーナー行ってもらったらもう本当にたくさんあります。で、もうね、最近になってすごく分かりやすい本もあったりするんですけど、難しい本が多いですね。でもその仏教の教えっていうのはその難しいもんじゃなくて、それ分かりきったことなのね。悪い行いをせずに良い行いをできるだけしよう、これが仏教の説いてる教えなので、ここで大事になってくるのが悪い行い、良い行い、これを見分ける力だと思うんですね。みんな何も気にせず過ごしていると、気づかない間に悪いことしてるかもしれない。で、自分が分かって悪いことする場合と、自分が気づかない間に気づかないで悪いことしてしまうっていうね、この2パターンがあると思うね。で、この仏教ではその気づいてるのに悪いことをしてしまうことはやめようよと言ってるんだと思うのね。で、これ分かりやすく言えば後ろめたさだと思う。後ろめたさ感じることあるでしょ？ないですか？一切ない？生きてて後ろめたさを感じることないですか？
ないかな。僕結構あるんですけど生きててなんかこれ本当はこれしちゃいけないのにな、でもしちゃおうとか、例えばですよ、みんなやってないと思うけど、勉強せずにね試験当日になってしまったと。カンニングしちゃいけないんだけど、これでもまたこのまま何も書かないで提出したらひどい点数返ってまたお父さんお母さん怒られるな、本当はダメだけどカンニングしちゃおうとかねそれはないとは思うんですけど、いろいろでも生きていったら本当はこれ悪いことだよな、良くないことだよなって分かっていながらもそっちに流れちゃうことってあると思うんですよね。でそれは全くないっていう人は僕はいないと思ってるんです。でこの時にその声を無視するか無視しないか、その声っていうのはそれは本当は悪いことだぞって言ってるその声ね、その声を聞き取って立ち止まって考えてその悪い行いをしないっていうふうに生きていけるのか、それともそうは言ってるんだけれどもその心に蓋をしてまあいいやということでその悪い方向に流れてしまうかっていうのはすごく大きな違いだと思うんですよね、生きていく中で。でこの須磨寺の宗派っていうのは真言宗、仏教の中でもいろんな宗派があるんですけど、真言宗っていう宗派で、真言宗の宗祖、真言宗を作った人っていうのはね、弘法大師空海という人なんです。弘法大師さん、お大師さんって聞いたことある？ないかな？ありますか？で高野山とかね、有名なんですけど、でお大師さんの教えって何かっていうと即身成仏っていうんですけど、これちょっと難しい言葉なので分かりやすく言うと、その心の中に仏が存在してるっていう教えなのね。でもっと言えば自分自身がもう仏なんだっていう教えなの。それに気づきなさいと。で気づかないよね、自分が仏だと思わないでしょ思わないですよね。で仏を感じないんだけども、でもみんな持ってるんですよ、お大師さんの教えからすると。でじゃあどの時にその仏と出会うのかというと、私はその後ろめたさを感じた時が仏と出会う瞬間だと思うね。つまりその声は仏の声だよね。それダメだぞと、本当はそれやっちゃいけないよっていう声が仏の声なの多分。つまり自分の中でもう答えは分かってるんですね。これはこうするべきだ、ああするべきだって分かってるんだけども、その心に背いてしまうのか、その心に忠実になれるかっていうのが、これがまた信仰心というかね、それが宗教心なのかなって思うんですね。でやっぱり人間は弱い生き物なんで楽な方向に行こうとするんですよ、やっぱりね。悪いなと思いながらも楽な方向を選んでしまう時がないですかね。勉強しなきゃいけないなって思ってももう1時間ゲームしようかなとか、なんかないそういうのあると思うんですけど、でそういう声に耳を傾けるっていうのが一つその仏教の教えだと思います。でこれをね、中道というんですね。中の道、偏らない心、つまり自分が自然にやってる行動が善悪の範疇を超えないというね、その悪い方向に行かずに自分が無意識に行動していることがいつも良い行いにつながっていく、これが一番の目標かなっていうふうに思うんですね。だからいつも自分の心を見つめる必要がある。今日自分がやった行動、それから、言葉、そういうのをやっぱり一日の最後とか、時々振り返って考えてみて、ああいう行動は正しかったのかなとか、
ああいう言葉を言ったのは正しかったかなって振り返ることもすごく大事で、そうやって振り返っていくことが正しく生きていくっていうことにつながっていくんじゃないかなと思います。ちょっと小難しい話になってしまったかもしれないんですけど、一つ覚えておいていただきたいのは、絶対皆大人になって生きていく中でその後ろめたさを感じる瞬間絶対あると思うね。でその時にその言葉に耳を傾けるっていうことをね覚えておいていただきたい。でなぜならいつも楽な方向に行くとその時はうまくいくんですよね。大体誰も見てないしバレないしいいやっていうのはその時はうまくいくかもしれないけど、やっぱりその時に後ろめたさを感じているならば自分の心を知らず知らずのうちに傷つけてるっていうことでもある。でもっと言うならばその後ろめたさを感じれるっていうことは自分の心の中に仏がいるっていうことの証なんですね。ということは後ろめたさを感じることができるならばまだやり直せる、ね、チャンスはあるっていうことだと私は思ってるんです。なのでいろいろ難しい選択をねしなきゃいけないことが人生にはたくさんあると思います。で普段の生活の中でもあるかもしれない。お母さんにきつく当たっちゃったなとか、ね、友達に暴言吐いちゃったなとか、いろいろ生きていったらいろんなことが起きます。でもその度に本当にそういう行動でよかったのかなって思える、人でありたいなと私も思ってますし、ぜひねそういう心を持っていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、それでは今日のお話を終わりたいと思います。今日はありがとうございました。